おお。私乗りたいね。乗りたくなっちゃうね。乗りたくなっちゃうおじさんですか。ね。はい、どうもガンガンチャンネルです。皆さんこんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、うちにあるバイクですね、皆さんにご紹介したいと思います。うちにバイクなんかあったっけ。バイクあったんですよ。そうなんだ。免許を持ってる人がいないっていう。あるんだけど乗れる人がいないのね。乗れる人がいないんです。昔その父親がですね、免許を持ってたんですが流しちゃったっていう事件がありまして免許を持ってた時に買ったバイクでございます。なるほど。一部のその2の人にはね、未だに人気があるそうですが、はい。ちょっと結構古いバイクになります。なる。私もちょっとね、あんまり知識がないもんでね、ちょっと調べながらお話ししたいと思いますけど、もし間違ったところがあればまたご容赦いただければと思います。それでは皆さん行きましょう。行ってみよう。物置の奥の方に入ってるんですよ。おお。はい、見るの何年ぶりかな、何十年ぶりかもしれない。あ、そうなんだ。そうなんです。こんな奥の方に。おお。おい、こんなんあったんだ。あったんです。へえ、すげえ。鈴木 650G って言ったかな。鈴木の刀っていうね、有名なバイクがあるんですけど、その前身というか元になったバイクですね。はい、当時有名なデザイナーがデザインした斬新なバイクだったらしいです、当時はね。ではちょっとこれを出して皆さんと見たいと思います。はい、はい。ギリギリいけるか。狭狭い。出た出た。おお。おお。すごい。すごいね。でこの GS ですけど、このバイク自体は1981年式で、1981年から83年まで3年間しか製造されなかったらしいです。なるほど。ここから刀シリーズに発展していったその元のバイクという位置づけですね。はい。でこのバイクの最大の特徴はこれなんですよ。シャフト。シャフト。大体のバイクはここがチェーンなんですね。後ろに自転車と同じで。これはこの筒の中にこのシャフトが入ってるんですよね。なかなかないんだ。なかなかないね。かなりこれ画期的な駆動方式ですね。なんかメンテナンスフリーだって聞いたけどね、シャフトドライブだと。実際のところどうなんでしょうね。長い間ちょっと自分で乗ってみなきゃわからないよね。そうだね。はい。でエンジンが鈴木650。バイクのエンジンってかっちょいいね。バイクのエンジンかっこいいよね。かっちょいいよ。見えてていいよね。やっぱかっこいいな、この空冷のこのフィンがついてるのがかっこいいよね。で4気筒。これも純正ですからね。4気筒 ?4 気筒。2気筒ずつ合わさってマフラーになってると。純正のこれマフラーですね。これも久々に単車この間近で見るからいいね、やっぱしね。乗りたくなっちゃうね。乗りたくなっちゃうおじさんですかね。免許ないんだけどね誰も免許持ってないんだけど。そうそうそう、誰も乗れないっていうでこの当時のバイクからすれば結構斬新なこれデザインらしいですね。流れるようなこのシュッとしたラインで、このところどころにこの赤が入った、だけどその当時はあんまり受け入れられなかったらしいね。人気車種にはならなかったですね。でこの 650cc の排気量でボディの大きさ、このフレーム含めて 400cc クラスのサイズらしいんですよね。ああ、そうなんだ。そうだから非常にコンパクトで650の大きなエンジンを積んでるからパワー結構発揮できるということをどっか雑誌に書いてありました。これ乗るってなったらいろいろ整備しなきゃいけないから大変そうだけどね。いやー、動いてるの見たいなこれ。ないね。もうマフラーこんなになってんだ。なってる。まあ純正のマフラーですから排気音は静かですけどね。
いやもう何十年もそのまんまですから、多分タンク内とかもキャブの中も多分すごいことになってるんでしょうね。やばい。だから全部これ分解してきれいにしなきゃ、このままなんか無理やりバッテリーつないで動かそうとすればなおさら傷んじゃうと思うんですよね、いろいろと。だから今日ちょっとエンジンかけれませんけどね。シートもちょっと見て、ほら焼けちゃってるような感じだね。ほらね、そうだね、サスサスしてるね。してるね。で走行距離が370キロですね。全然走ってないね。全然走ってないでエンジンは9500関係のね。ヘルメットをかぶりましょう。放生速度を守りましょう。マフラーは熱くなります。人が触れない場所に止めましょう。親切だね。親切だね今の新しいバイクってこういうこと書いてあるんかね。どうなんだろうね。ね、これ左から12345って書いてあるんですよ。あ、書いてあるんだ。だから今何速に入ってますっていうのはこれ表示できるパターンなんですよ、これ。多分当時では珍しかったんじゃないかなと思います。なるほど。でもスピードメーターもすごいね、見て。ちゃんと80キロからもう赤くなってる最近の車は分かんないけど、すごいね、ちゃんと80キロ以上はレッドですよって出しちゃいけませんよ。本当だね。やっぱ自分的にはこのカウルついてないねネイキッドの感じが好きですね。またがってみれば。またがってみますか。よいしょ。おお。あ、でも足ちょうどつくね、俺ね。足つく？よかったね。これサイドミラーこれどっか行っちゃったんだね。あ、本当だ。ない、そういえば。ね。いや、乗れるようにしたいね。いや、今年乗りたいね。ちょっとまたがってみる。またがれるかな。ゆい。よいしょ。お。これで走れたら楽しそうだね。いや、楽しそうだよね。てか絶対楽しいよね。へえ。もうへえしか出ないよね。本当にね。いや、初めて見たからこの原付より大きいバイク。あ、本当にお初なんだね。本当にお初に触りました。おー。ね、いつもなんかいろんな動画とかでは見てるけどさ、実際見るとなんかよりかっこいいね。かっこいいよね。迫力あるよね。よっ。よいしょ。はい、無事降りれました。降りれました。ではね、この後タオルできれいに拭いてねまたしまいたいと思います。はい、まだねちょっと何とも言えないけど、今年ね取れたらなーなんてちょっと今この実物を見るとなおさらね乗りたくなってきちゃったね。そういう思いが出てきますね検討しますけどね。まあせっかくあるんだったらね。あるんだからね。しかもこの中型じゃないから。これ中型免許じゃ乗れないの？乗れませんよ。あ、乗れないんだ。排気量がこれ 650cc ですから。でもその自動二輪取れば何でも乗れるんだよね。何でも乗れるんです。そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ頑張んないとね。ということで、今日はここら辺ということで、はい、また進展があればお伝えしたいと思います。はい、それでは皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いしたいと思います。お願いします。はい、それではガンガンチャンネルでした。またねー。またねー。